脈絡のない前回のポッドキャスト第7回目の映像を説明する動画を作ろうと思いまして、今 iMovie にアフレコで、録音しております。これを映像を見ながらの急ぎ足の録音となりますので、ちょっと早口になってしまったりするところもあるかもしれないんですが、よろしくどうぞお付き合いいただければ嬉しいです。これはですね、大阪の街ですね。札幌発関西空港行き、関空行きのピーチアビエーションの空から見た映像ですね。いや、本当にびっしりとひしめき合うように住宅が、このような大都市は世界にも稀に見るのではないでしょうか。大変な大国だなっていう感じがしますけども、私の父小樽出身なんですけど、小樽って父の父というか先祖が、石川の方の加瀬野という一族、加瀬野さんたちなんですけど、なんか石川県にちらほら加瀬野さんっているんですよね。ちょっと話ずれるんですけど、かほく市ってとこが石川県にありまして、そこにね、レストランカッチェーナだったかな、カッセーナって書いて加瀬野さんっていう方がレストランやってらっしゃるんですよ。イタリア確か。ちょっと全く知らない方なんですけど、遠い親戚なのかなと思って一度行ってみたいなと思っている感じなんですけど、そんな感じの加瀬野です。小樽港から京都の舞鶴港まで新日本海フェリーというのがありまして、21時間で確か着くんですよ。で、小樽港を夜の23時30分に出て、翌日21時15分夜に着く舞鶴港にっていうものに何回か乗ったことはあるんですけども、その舞鶴港から京都駅まで、高速バスがあって、それがだいたい2時間くらいなのかな、2600円とかで京都駅まで行けるんですよ。なんか興味があって今調べたんですけど、舞鶴港から東舞鶴駅 JR の駅まで徒歩23分とかなんですって。それで舞鶴港にフェリーが着くのが夜の9時15分なんですけど、京都駅までの東舞鶴駅から京都までの終電が8時50分夜なので、終電がもう終わってるので、舞鶴港着いたらホテルですね。いろんなホテル結構あって、ホテルゲートウェイ舞鶴とか安いですね。で、朝5時20分に始発の高速バスが京都駅までのがあって、それが2600円くらいで京都駅に着くと、そんなルートもあるみたいです。高速バス舞鶴赤レンガエクスプレス号2600円、中央口烏丸 JR12 番乗り場っていうのに着くと。でもね、小樽駅からフェリー乗ってバス乗ってホテルって言ったらだいたい2万円ぐらいになっちゃいますね。そう考えると関空まで行って、関空からリムジンバス第1ターミナル1階から出てるそうなんですけど、京都駅まで往復で5100円らしいので、片道2800円、そっちの方が早く安いですね。その東舞鶴駅から京都駅までの JR に乗ると、特急舞鶴っていうのが1時間40分くらいで2時間に1本ずつあるみたいな感じみたいなんですけど、4500円と、やっぱ JR ちょっとしますよね。鈍行で行くと東舞鶴から京都までは2時間半3時間弱かかるみたいですけど、JR 舞鶴線で綾部で乗り換え、その後園部駅で
園部駅っていうのかな、快速に乗り換えて京都で1980円だそうです。そんなプチ情報小樽と京都の生き方をお送りしたわけですが、この映像素晴らしい。そう自分で言ってあれなんですけど、この雲が美しいですよね。この景色をやっぱり見るにはお昼の便がいいですよね。夜だと真っ暗になっちゃうんで。これね、どこなんでしょう。成田かな、成田ですかね。私あんまちょっと覚えてないんですけど、どこに行こうとしたんですかね。やっぱりこう映像を撮った場合、解説をねつけたものをないと何が何だか何年か経っちゃうと分かんなくなっちゃいますよね。そういう意味でやっぱ YouTube いいですよね。ただ YouTube やってないと iPhone の中に入っちゃって何も見ないまま見返さないまま何年経ってるって感じになるので、あ、これね、善福寺川ですね。西荻窪の白鷺、あ、サギだ。北海道ってこういう鳥いないんですよ。なぜかあったかいとこ好きなんですね、この鳥ちゃんはね、きっとね。西荻窪って行ったことないから行ってみようと思って何年か前に、多分2017年ぐらいの映像なんですけど、全部で可愛い白鷺サギちゃんだと思ったら、いや先にアヒルが登場しまして、このおじさんの後ろ可愛いですね。もう左右にパタ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 、こんなのいたらもうどこにも出かけられないですよね。可愛くってね、ひよこから育ててるんだっておっしゃってましたね。私この西荻窪のこの間2024年に行ったんですけど、アンティークランプのお店があってですね、そこでちょっとオーナーさんとお話ししたんですけど、あれこの方もしかしてアヒルのおじさん、アヒルのおじさんじゃないかなって思ったんですけど、コレクションズっていうお店で素晴らしいね、アンティークのねランプがいっぱいあってうっとりしちゃいましたね。結構お話しさせていただいたんですけど、とか言って全然違う子だった。すいません。アヒル可愛いですよね。小学生の時にね、孵化器を買ってアヒルの卵を返せないかなって思ったことありましたね。そういう写真絵本に。これもね、西荻の熱帯魚屋さんですね。なんか風鈴が鳴っていいなと思って。これ全然ところ変わって札幌の水族館です。サンピアザ水族館っていうね、新札幌駅にあるんですけど、古いちっちゃい水族館で、ちっちゃい時とかね、よく行ってね、このカワウソのお手手を触るアトラクションね、なんかカワウソも若干かわいそうな気もしますよね。ちょっと雑菌とかね、一応アルコールって大丈夫だかな、お手手荒れないのかな、カワウソちゃんって思ったよね。と言いつつね、私もね、カワウソのお手手触ったんですけどね、なんかムッとしてましたね。勝手に私の手触んないでよみたいなね。そのムッとしたカワウソの顔が可愛かったなって思いましたけどね。でもね、黒猫文治の猫を手濡らして触ってみたらカワウソとほぼ同じでしたね。これはですね、北海道大学の近くのお弁当屋さんにいたワンコで、あら、可愛いと思って撮ったら、誰って顔されましたけどね。北海道犬ですかね、これね。可愛い。これは JR タワーですね。札幌駅に立ってる駅ビルですね。美しい鱗雲なんか撮ったんですね。これはソウルですね。韓国。一人旅2017年の9月にソウル韓国行ったことないから行ってみようと思ってですね。高校生の修学旅行で行ったんですけどね。その時は高校生だったので。今のとこは新町かな、新村って書いて新しい村。理科大学の近くかな、梨の花って書いてイファ大学だったか忘れちゃいましたね。これね、猫カフェだなと思って、コピー4兆ウォンって書いてあって、4000ウォンだから400円でずっと入れるのかなと思って入ったらもう入れましたね。なんかお兄さんがジェルをブチュって手を出せっていうことで出したらですね、すごい香料の匂いするジェルで、アルコール消毒ジェル、この
手でにゃんこ触っていいのかなってちょっと思いましたね。ここはですね、北村半奥村って書いてブッチョンハヌクマウルだそうです。で、伝統的な韓国の家屋で、半奥って呼ぶらしいです。韓国の韓に屋台の屋で、安い国と書いて暗黒駅から徒歩10分くらいだそうです。もう忘れちゃっててね、この亀の石像とか素敵だなと思いました。日本の家屋と違いますよね。特徴的なのはやはりレンガと石をよく使っていらっしゃいますよね。このラーメンの丼の模様、雷門、雷の門って書いて、これね、稲妻をモチーフにしており、魔除けや豊作といった意味があります。紀元前16世紀の中国殷の時代の青銅器にも見られるほど歴史が古い模様です。日本に伝わり、大正時代頃にラーメンの丼によく使われるようになりました。なるほど。稲妻が田畑を潤す、雨をもたらすことから天の恵みや豊作の象徴とされます。また、魔除けの意味もあり、迷路のように見えることから魔物が迷うようにという、そういう意味なんですね。大門、門別の門、ガリンコ号の門別の門、道東に門別町っていうとこがあるんですけど、北海道の東に。大門、知らなかったな。勉強になりますよね。これはですね、市場に行ったんですね。あんまり思い出せないんですけど、カンジャン市場かな、広い蔵って書いて、あそこ行きましたね。鳥ちゃんがこうカゴに入ってる様子は少し悲しいなっていう感じはしましたね。インコね、お姉ちゃん買ってきて、うちも買ってましたけどね。これはね、インチョン空港に行くとき帰りに川を渡って、大きな川だなと思って撮ったやつですね。ソウル駅からノンストップで43分、13,000ウォン、1300円だそうです。イムジン川が頭の中で流れてました。これはね、インチョン空港で催しをしていた、催しというか、笛と太鼓とお琴の演奏。私初めて韓国の伝統音楽って聞いたんですけど、かなり違いますね。中国とも日本ともね。これ後で私のアフレコがないバージョンもお送りしますので、そちらちょっとお楽しみください。日本のね、空港でもね、こういうのやればいいですよね。もう無料で誰でも見てってくださいみたいな。すごく面白いと思うんですけどね。でもね、やっぱり三味線の場合はね、なかなかね、歴史がね、猫の皮っていうのも私ちょっと引っかかるものがあってですね、未だにその中国からの輸入の猫の皮とかね、ちょっと話それちゃいましたけどね、いろいろ考えさせられますよね。横笛もね、なんか尺八の感じの演奏法に似てますよね。でも中国ともまた全然違いますよね。あと三拍子が多いってなんか習った気がしますね、大学の授業で。なんか日本には三拍子の曲はあんまなくて二拍子なんだけど、ちょっとそのリズム的なノリがまた違うと、朝鮮半島の方と日本列島の方で面白いなって思いますよね。演歌に近いですよね。かなり違いますね、日本と。面白いなと。これは大名行列だそうです。急に現れたのでびっくりして撮ったんですけど、皆さんなんか演劇学校の生徒さんとかなんでしょうかね。バイトで来てらっしゃるんでしょうね。面白いなと思いましたね。そんな感じでソウル一人旅を多分5日間ぐらい行ったんじゃなかったかな。面白かったな。ちょっと散歩っていう感じで
行けたらいいんですけど、ただやっぱりね、ハングル読めないと難しいなと。これ関西空港に綺麗な夕日を撮ってたら飛行機がビューンって飛び出てびっくりしました。これはですね、うちの母が誕生日に一緒にランチした時の綺麗なシャンパンかなんかですかね。これね、面白いなと思って撮ったものですね。これは中島公園の池ですね。これはね、池尻大橋駅の近くで見たにゃんこを肩に乗せた知らないお兄さんですね。10年前なので2015年ぐらいなので、まだねお元気だと思うんですけど、にゃんこもきっとねまだ肩に乗って自転車乗ってたら面白いな。池尻大橋で、これはね豪徳寺で見た多分どっかのにゃんこですね。これはね母が1988年頃に買ったゆるい塗り絵の本ですね。なんか絵がねめっちゃゆるくてね笑える。なんか鹿が一番好きですね。熊も可愛いけど、なんかそれで撮ったんですね。これは今はもうない札幌駅のエスタのフードコートにあった KFC の子供の日のコスプレカーネルおじさんですね。笑っちゃいましたね。なんて感じ。これフェルトなんですよね。そんなジャパンですって感じですね。このアフリカンコンサートね、参りました。会社のね、友達と一緒に。面白いので皆さんもね、ぜひね、行ってみてください。そんな感じでアフリカンコンサートの後は唐突に釧路の旅が始まりまして、母と一緒にね釧路に行ってみようっていう感じでね行ったんですね。これは釧路駅の前にあった可愛いお花だなって母が言ったので撮ったものです。これはホテルの窓から見えた釧路の街の様子ですね。この泉屋さんでなんかエスカロップかな、私はオムライスからいただいたかな。このね無言館のね絵画展を見に行ったんですね。なんか私も理系じゃなくて芸術系人間なので本当にね身にしみる思いで見てました。この無言館のね英語の説明の本とかね動画あったら海外の人には見てほしいですよね。これはねバス乗り場ですね。釧路駅前のふむふむと思って動物園にね行きましたね。これはですね姉が小学校2年だったんですけど、アメリカに行った時に1年間ね住んでたんですが、ポートランドに。そのさよならの文を皆さんで書きましょうということで、2年生の子供たちが書いた文が面白くて、西ドイツって書いてあったりね、ボーンボーンっていう時計があったりね、1988年ですよ。なんか象徴的だなって思うのは、この女の子が描いた絵は気球がプカプカ浮かんで、お魚さんがチャプンって島に幸せに向かっていくのに対して、この男の子が描いたのが飛行機、犬、蜂、虫、走る犬。小学2年生、日本人だと掛け算とかなんですけど、向こうの小学2年生ぐらいの子たちは普通に足し算やってて、3たす2はみたいな感じで、これは学習的に遅れちゃうなということで、日本人学校に毎週土曜日行ってましたね。そこで日本人との交流が姉の場合あったんですけど、
私はなくてですね、なんか結構寂しかったですね。日本語通じる人ゼロっていう毎日ね。まあこれはアメリカの幼稚園で私が描いたリンゴの木ですね。リンゴの木を見たことがない5歳児。枝にリンゴがくっついてるみたいな。私リンゴアレルギーなんですよね。この時食べれてたんですけど、25歳ぐらいから急にリンゴアレルギーになっちゃって今食べれないんですよね。かゆくなるんです、喉。これはね、どことは言えないんですが、野良猫ちゃんがいっぱいいる首都圏の某所ですね。そんなわけでボソボソお送りしてまいりました映像の解説ですが、ここからは私のアフレコがないバージョンをお楽しみください。お聞きいただきありがとうございました。ご案内いたします。ただいまベルトおろしください。荷物を前の座席の下にお入れください。この先の化粧品のご使用はお控えください。また着陸後、メールの送受信など電波を発する電子機器類の使用が可能となります。ただし飛行機の中では電話での通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。
朝딴 거 막 딱 그냥 딴 거로 넣어야지. 정신이 산 거야. 만드는 건 행정 명령을 해서 명령을 어기면은 처벌할 수 있는데 고양이 가둬라 이런 명령은 안 했잖아요. 처벌 필요가 없대. 이거 하루에 6줄까지 먹어도 된다고 그러더라고. 6줄 주려면 다 줘야 되겠지.
では、混雑時は電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。Attention passengers. While on the train, please set your mobile phone to silent mode and refrain from making or taking calls.